これは怖い話というよりかはなんだ不思議な話なんですけど。体験談ってこと？体験談です、体験談です。僕らがそれこそさっき島田さんとも話したんですけど、ホリプロに2000年か1999ぐらいにいた時のホリプロに入る前に1年間下北沢で毎日路上コントやってたんですよ。へえ。その岐阜から岐阜っていうか相方が岐阜から大阪の美容専門学校行って、僕が岐阜から東京のその予備校に行って大学の。でお互いがもしも俺が大学受かったらお前がじゃあ東京来いと、で俺が大学全滅したら大阪行くよっつって、俺が大学受かったんでやつが東京来てくれて、でそこからお笑い始めようってはもうなってたんで、ただどうやったらいいか当時もうネットとかもないから全く分からずに、確かに確かに。でもうとりあえずじゃあ分かんないから路上コントやってみようっつって、で自分と相方が住んでる駅の真ん中が下北沢だったんで、そこで毎日路上コントやってたんですけど、でそこの下北沢でずっとやってる時に本当に意味が分かんないんですけど、もう1年間やってるとずっとなんとなく流れが見えてくるんですよ。その人の流れというか、今日はその週末多いなとか、意外と平日でも火曜日少ないけど木曜日多いなとか、なんかそういう時なんかいろいろそういうルールがあって、1ヶ月に1日だけ毎月なんかもやがかかる日があるんですよ。霧がかってる日。街全体がボワーンって。ライブやってんのは大体夜ぐらい？夜です。大体いつも夜の、僕らがなんかお店やってたとこは閉まったそこのシャッターでやってたんで、夜の8時9時ぐらいから終電ぐらいまでやってたんですよ。でその時にもやがかかってる時があって、その日に限ってあんだけごった返してる下北が人がすっごい少なくなるんですよ。だから今日もやの日だわ、今日お客さん集まんねえわなんて会話してたのを、うちの相方もそれを覚えてて、でそんな日あったよねなんて今でも話すと、あったね、あれ何だったんだろうねなんて話してて、でそこからそれもすっかり忘れて、もう10年ぐらい後かな、当時の彼女と下北沢にデートに行って、で夜の12時ぐらいかな、お腹減ったねなんつって、ちょっとラーメンでも食べよっかなんて、もう2人とも酔っ払ってて飲んだ後で、で当時が今の駅と違って南口っていうのがあって、その南口出たらマクドナルドが目の前にあるんですけど、下北沢のそのマクドナルドじゃなくて線路の井の頭線の方をくぐる方の道、大関スーパーの大関とか行く方の道あるんですけど、そっちの方に2人で歩いてって線路くぐって、で大関の前に右側にカレードってパチンコ屋があるんですよ。そのパチンコ屋の横かなに雑居ビルがあって、でそこの2階に赤ちょうちん光ってたから、でラーメンって書いてあったから、じゃあそこ行こっかなんつって2人で入ってって、で中入ったらカウンターだけの店内はカウンターだけの客席で、で右側に厨房があって、で大将がもう下向いても何も言わずにも、まあその愛想は別に良くないような大将で。で2人で一番手前のところに奥さんに今一番手前のところに元カノが座って、で俺がその横に座って、で2人でラーメン頼もうかと思ったら、ラーメン見たら200円って書いてあるんですよ。えっと思って、で安っと思って、今からそれ10年ぐらい前？そう10年ぐらいです。ただこれってその頃に豪徳寺っていう駅があるんですけど、そこで激安ラーメンでそれぐらいの値段のラーメンがあったから、ここもそれぐらい安いとこなんだと思って、ラッキーなんて安いねなんて2人で話して、でラーメン頼んで、でじゃあラーメン2つくださいっつって、別に大将返事もなく作り始めて、で2人で喋ってる時にその当時の彼女が「ちょ」っつって「何どうしたの?」って「一番奥見てよ」っつったら、そのカウンターしかないところの俺ら一番入り口側に2人座ってて、で彼女が一番入り口側なんですけど、そこから一番奥の方見たら酔いつぶれた女性がこうやってうなだれてるんですよ、一番奥の席で。で「酔っ払ってるだけじゃん」っつったら「違う下見てよ」っつったら足が透けてるんですよ。でってなって、あれと思って、なんか口に出したくないからでパッて大将を見たら、もう顔が青白いんですよ。ずっともうなんだろう、表情もない表情でずっとなんか黙々作業してる感じで、ってなって、あれってなんかいろいろおかしくなってきて、でバッて後ろ見たら、当時って新聞がいっぱい金具につけられて、ページの元のところがかけられてるやつあるじゃないですか。それの新聞パッて見たら1950何年って書いてあるんですよ。でってなって、でいろいろとやっぱちょっと待ってってなった時にラーメンが来て2つでラーメン食べて、何も味もしなくてまずって思ったけど、なんかこれまずいっていうの嫌だなって、その時に俺も思ったし、多分当時の彼女も思って、でごちそうさまでしたってお金を払って、
でその時にその店を出たんですよ。で店を出た瞬間に、バンってなんか戻った感じがして、いつもの下北に戻った感じがしたんですね。でその時の下北がもやがかかってたんですよ。であれって俺その時にいろいろバーッと思い出して、下北ってなんかもやかかってる時人少ないし、なんか不思議な感覚すんだよなっていうのを思い出して、でその話を当時のその彼女にして、でそこから「何だったのちょっと怖いね」なんつって、もうそこからもう急いで家帰って、その時はでそこから大竹誠さんのラジオに俺らその時にレギュラーで出させてもらってたんで、大竹さんにそんな話をしたんですよ。でもうそのなんかラーメン屋でっつったら、でなんか下北ってもう俺らしかもうそれ誰にも共感してもらえないんですけど、もやがかかる日が月に1回あってっつったら「あるよな」っつって、で「あれだろ」っつって、なんか人通り少なくねえかその時って言われて「そうなんですよ」っつって、なんかさあそこってさ、なんかよく言われてるのが、そういう夢を追う人とか多いから、バンドマンとか演劇の人とか、なんか磁場がちょっとなんか不思議な感じだから、みんなそこに引き寄せられるみたいに言われてんだよねみたいな言われてて、でそうなんですよ。でそのもやのかかってるにこういう体験があっつったら、普通に大竹さんは「あー」って信じてくれて、でそこからもうそれで終わって、でその2ヶ月後ぐらいかな、当時のその彼女が夜のお店をしてた、その銀座のクラブみたいな、でその時にそれが終わって、で俺と会った時にすごい血相を変えて「ちょっと」っつって「覚えてる?」って、前の下北のラーメン屋の「覚えてるよ」っつって、今日来たお客さんが下北あたりのその大地主さんだったんだけど、その体験の話したらっつって「っ?」つって「なんで知ってんの?」まずなんで知ってんのなんですよ。なんで知ってんの？カウンターだけの席とかこういう店内のって感じの話した時に、でそんな店確かにあったけど、そんなのもう3、40年前に潰れてるよ確かっつって、その場所にあったやつでと思って、でそれで聞いて、じゃあちょっと次の日見に行かないっつって見に行ったら、その雑居ビルのその2階のところがもうほんと何十年も店やられてないぐらいボロボロの空きテナントになってて、これもしかしたらだからちょっとなんだろう、タイムスリップしたのかなって、その一瞬だけっていう体験なんですけど、面白い。そうだから怖い話ではないんですよ。なんか不思議な体験をしたなっていうんで、俺だけだったらまだその夢の可能性もあるけど、当時の彼女も覚えてるし、大竹さんも共感してくれたし、で相方ももやがかかる日は知ってるし、これだからいろいろつながるからっていうのは体験でしましたっていう話ですね。いやこれどうなんだろう。いやすごい面白い話。不思議ですよね。いやでも確かに新聞も1950年代の新聞だったんでしょ。そうでもう一個言わせると、そこにちっちゃい本当にブラウン管のテレビがあったんですけど、それがずっと砂嵐だったんですよ。でもそれもあったわ。それも意味わからないですよね。意味わかんないです。砂嵐を流してるなんておかしいじゃないですか。そうわかんないです。でもうなだれてる人も足つけてるし、新聞も1950なんで、大将は愛想が悪いのかなと思ったら、もう血色が悪くてもう無表情でずっとつく。で値段も200円っていうと、多分きっと当時の値段、多分当時の値段なのかなっていう。で面白かったのが、ラーメンの味しなかったって言いませんでした？そう、味がしなかった。それがすごく興味深くて、そう、むっちゃ怖い。とりあえずまずって思ったから。はなんだろう、その時の俺らのとっさの判断はいろいろ間違ってなかったな。なんかまずいとか言っちゃったらどうなるんだろうっていうのが考えちゃって、そうですね、もう怖いって気持ちになっちゃってるんでっていう体験をしましたね。大熊さんがね、このほら、ね、ずっと演出をやられている、ずっと下北沢に住んで、会社も下北沢って人なんですけど、月に1回もやがかかるっていうのちょっと分かる気します？なんかありますよね。今は俺正直もうそんなに下北しょっちゅう行ってないから分かんないですけど、当時の下北ってなんだろう、湿気が多い日ってもやかかってる感じするじゃないですか。街灯とかもボワーンってしてるみたいな、ああいう感じのもやがずっとかかってる感じ。なんかね、もう変に、もちろん経験談だから嘘はもちろん言ってないと思うんだけど、変にその話を信じちゃう一つの理由として、今下北沢って割とね、駅前ってすごくこう綺麗になったりとかしたじゃないですか。でもちょっと前の下北沢ってやっぱり独特の土地なんですよね。本当に独特の土地なんですよ。さっき言ったようにお笑い芸人さんとかバンドマンさんとか劇団員さんとか、みんななんかこう熱い思い持ったなんかすごいこうね、気持ちの強い人たちがぐーっと集まって、なんかしかもなんかあそこ引き寄せられて、そう本当に引き寄せられる感じであそこみんな集まってる感じがする。でお酒飲んでる人がいてなんかっていう、なんかとにかくエネルギーがすごい感じがしましたよね。
あそこにいるとなんか自分の存在証明というかそういう夢を追ってる人たちはあそこに行くことでなんか安心する何かがあるぐらい引き寄せられてたからそういうなんか思いの塊みたいなのもある場所なのかそれともそういう思いを引き寄せる何かがあるのか。だからやっぱ不思議なそういう時空を超えてしまうぐらいのちょっと通常ではない磁場そうなんか本当にその感じがしたんですよね。が出てる土地なのかもしれないですね。なんかあそこは磁場が歪むとは言われてるよなってだから大竹さんも言ってた時にだからね僕思いました、まあ、僕も今40今年4になる年ですし、だから大竹さんなんかもっと上じゃないですか、だから多分40代ぐらいから上の方だとなんかあの下北を知ってる人からするとなんかねちょっとこう分かる本当になんかディープなスポットというかまだその雰囲気がちょっと残ってるの高円寺とかああいう系ですよね。それのもっとギュッと凝縮された本当になんだろう苦しんでる人たちもいっぱいいる空間だしあそこあがいてる人たちもいるし夢叶えた人もいるしそうだよね。であそこにいる人で離れたいっていう人いないしなぜかあそこになんか携わってる人でなんかすごいその今の下北沢しか知らない人はもしかしたらピンとは来ないかもしれないけどもう本当に飲んだくれてもう映画じゃないけど昨日まで留置所にぶち込まれてたんだよなんていうお客さんがいたりとか当時はね、当時はあとやっぱりこうなかなかね売れないんだっていうねこうすごくね鬱憤をね抱えてる方たちがみんな飲んでて、そうでみんなで頑張ろうぜって言って、ね、頑張ろうぜなんてんで俺らも路上やってる時にバンドマンの兄ちゃんがいつも来てくれるあっちゃんっていう兄ちゃんがいてでその人が当分来なくてどこ行ってたんですかって言ったら昨日まで留置所いたとかでもずっとなんかもう本当にビールとかくれたりとかお客さんもみんな見に来てくれたりとか横のスナックのもう560のおじちゃんおばちゃん夫婦がいつも終わった後に差し入れくれたりとかそういうような街だったからそれがね月に1回だけ何かもやがかかったように見える日があって、その日は人通りが少ないっていうなんか素敵ななんかいろんなこと考えちゃう話でしたね。どうなんですか人通りが少なくなってるのかそれとももやがかかってる側に入っちゃってる俺らが入っちゃってるのかどっちも考えられますよね。どっちも考えられますよね。その日だけちょっと時空が違う年代に行ってたっていうことかもしれないですよね。やっぱりお笑いでこれだけ結果出してる人っていうのはやっぱお話も上手ですね。引き込まれちゃいました。なんかすごい面白かったです。ギャグだけじゃないんだよなんでちょっと照れたんだろう。なんで褒められたらちょっと最後照れたんだろうっていう。ただ偉いもんであのトーンでずっと話してたんでテンションは高くなかったですけどね言ってる時のギャグだけじゃないんだよって声がなんかギャグだけじゃないんだよっていつもだったら言うと思うのにそうそうなのにそのテンションで引きずられてギャグだけじゃないんだよお階段巡りバージ一番中途半端な形ョン、ね、しっとりバージョンいただきましたんでこれも貴重でした。はいいやーすごいさすがです。